탕수육은 언제 먹어도 맛있는 것 같아요. 皆さんこんにちは。今日はよくのお豚塩焼きシェフスペシャル番外編で탕수육を用意しました。この前ジャジャン麺のレシピ紹介時コメントでメインシェフに탕수육を教えてほしいですよっていうコメントが入ってたんですよ。それで今日탕수육をすぐさま用意しました。コメントで書いてもらえばなるべく早く伝えるように頑張りますので、たくさんのコメントお願いします。今日탕수육を作ってくれるメインシェフです。今回はコメントでついてる탕수육を作ります。この麺ジャジャン麺の作り方と同じなんですが、家で持ってる独材料でしますので、野菜から仕込みしておきます。野菜は断面の5分の1ぐらい、きゅうりは半分ぐらい。もう切り方はいろいろあるんですが、角切りでも何でもいいんですよ。きゅうりの場合はちょっと厚めに切った方がいいですね。食感のためですよね。次は肉の方なんですけれども、肉は赤芯が一番いいんですよ。豚肉のヒレとか、とんかつ用のお肉が一番いいと思います。この肉を指1本ぐらいの大きさで切ります。うちは肩のところ使ってます今。でこれって、はい、牛と豚とどっちが好きですか？豚ですね。圧倒的に豚の方が美味しいですよね、揚げ物は。まず色が牛を揚げちゃうと黒くなっちゃうんですよね。そうですね。すねがある場合、すねとか油を取ってください。すねはやっぱり硬いから美味しくないし、油があるところは揚げちゃうとスポンスポンな感じが気持ち悪くなるから、すねと油は取った方がいいです。お肉 300g だと家族で十分食べると思います。火を入れて油を温めます。油の温度は170から180まで上がるまでちょっと待ってください。肉の場合下味を知ってる場合もあるし、そのままやってる時もあるんですけど、下味をつけない場合は、新鮮なお肉だったら下味をつけなくても結構構いませんので、冷蔵庫の中で2、3日とか生えてるお肉だったら必ず塩とか胡椒つけた方がいいです。最初は片栗粉 200g を入れます。卵は白身だけ使います。でんぷんともみじは1対1なんですけれども、ここは白身がいるからちょっと少なめに入れた方がいいですね。 180cc ぐらい入れます。濃はこのぐらいです。このぐらい。白身込みの水の量とでんぷんの量は1対1。でもこれでんぷんの会社によって少し違くなるかもしれないんで、この濃度に合わせて作ってもらった方が一番ベストです。あとでんぷんは水より重いからすぐ下に落ちるから、手でよく混ぜながらその濃度を確認するのがポイント。じゃあこのぐらい出来上がったら肉を全部入れます。じゃあ大体温度が上がってますので、ちょっと一回確認します。確認するときはでんぷんを少しだけ入れてみて、上がったら大体170ぐらい。これで揚げる時のポイントは何ですか？やっぱりやけどしないのが一番ポイントですね。肉を入れる時、これポンと入れないで、ここから軽く後ろからどういうところに、ここからこれポンすると油が危ないから入れながら軽く。揚げる温度は170から180度ぐらい。だいたい時間で言えば5分から6分ぐらいですね。탕수육のポイントは揚げるのがポイント。硬いのとシャクシャク食感が全然違うから、温度を守りながら揚げれば誰でも美味しいの作れますよ。じゃあこのままだいたい2分ぐらい待ってます。この肉を入れてすぐ中端とかぐらいぐちぐちしないでください。ぐちぐちしないと揚げの皮が全部取っちゃうので、固まるまでちょっと待ってくださいね。油少しより3倍ぐらい、揚げるものの3倍ぐらい。やっぱりつかないと揚げるんじゃなくて楽になっちゃうから、最低つくぐらいはしないと揚げ物って言えないですね、それは。
一回揚げてこうする理由は何ですか？このまま揚げちゃうと肉とか皮の間に茎が入ってますので、それを出すためにこうどんどん叩くなんです。間の茎をなくして食感をもっともっと良くするために二度揚げするんですよね。 자, 그렇게 한 분ぐらい揚がったらほとんどもう出来上がってるので、触ってみて、あ、硬いなと思ったらもう揚げてください。じゃあ、肉が出来上がったので、次はソースを作ります。じゃあ、今からソースを作りますので、今日は中火でお願いします。じゃあ、まず酢を入れます。砂糖を入れます。醤油を入れます。砂糖が溶けるまでちょっと混ぜてください。強めに食べたい方はもう酢を、ちょっと薄めに食べたい方は水を入れて、それを調節してください。やっぱ酢も会社によって酸っぱさが違うから、それも一応うちは日韓の酢使ってるんで。じゃあ、ある程度ポップしたら人参とキュウリを入れます。次はキクラゲを入れます。野菜は自分の好きな野菜を入れてもいいです。果物が好きな場合、果物を入れてもいいんです。全部がこうドロドロになったら火を止めます。これで完成です。これが一番シンプルなソース。じゃあこれから一番楽しい時間ですよね。하얀 접시다 보니까 그냥 도끼가 조금 모여가지고. はい、盛り付けします。今日は2つのお皿を用意しますけど、こっちはそのままかけて食べる。もう一つはつけて食べる。それはやっぱり好き嫌いですよね。自分の好み。美味しそうですね。これで完成しました。僕らは食べます。もう食べましょう。はい、食べましょう。빨리 먹어요。お腹空いてるんで。お腹空いてきました。じゃあ今日はヨップのお豚塩焼きセップスペシャル番外編탕수육を作ってみました。탕수육って言えばザジャン麺セットっていう感じだから、この前作ってもらったジャジャン麺も一緒に今日用意しました。これからどうやって食べた方が美味しいのか食べながら説明していきます。いただきます。シェフはつけて食べる派、僕はかけて食べる派。それは好みです。いただきます。탕수육은 언제 먹어도 맛있는 것 같아요. これはもう本当に国民の料理なんで、삼겹살と一緒。 짬뽕とか。そうそうそう。あ、そうだ、짬뽕だ。まあ、機会があれば。짬뽕の存在忘れちゃいました。日本でもう慣れすぎちゃって。짬뽕 한번 해야지 우리.やっぱいつ食べてもジャジャンは美味しいですよね。탕수육も。国民的な食べ物だ。韓国ではジャジャン麺2つとこれ1つセットでデリバリーよくありますね。탕수육ジャジャン麺セットみたいな。それで油淋鶏がないんですね。あまりみんなそれ知らないですね。油淋鶏みんなセットでしか食べないから、家では。この前ここで言いましたよね。つけて食べるのとつけて食べる違い。うん。全体的な味は一緒なんだけど、やっぱ食感が違う。いい音。この音を生かすままプラスソースの味を加えるっていう。こっちのはソースの味が肉まで染み込むっていう。それはやっぱ好みです。なんかこっちはつけて。やっぱりつけて食べる方が美味しいですね。今日2つ目の YouTube どうでした？やっぱり慣れないですね。例えば料理を1時間で4品とか5品とか作ればやっぱり作るんですけど、でもなんかカメラでこう説明しながら難しい。あとは自分の合わない。よくわかる。そういうことで次はタンポンやってくれるらしいです。よろしくお願いします。これから韓国の中華料理はうちのシェフに任せてください。あとこれでよくの大豚シェフシェフシェフでは一旦終わりなんですけど、シェフを指名して誰々のシェフに何を作ってくださいっていうコメント書いてもらえば用意します。皆さんが習いたい韓国料理とか
まあ韓国式の中華料理、その以外の洋食とかでも結構頑張りますので、知りたい料理があればコメントとか残してください。それで今日ありがとうございました。ありがとうございました。